アダルト・チルドレンとは大変な人生を生きているので、できることは限られているけど、その自分にできる範囲内でものすごく努力しながら生きている人です。何の努力もせず、何の成功も何の貢献もしていない腐った存在ではありません。自分にできる範囲内という部門ではものすごく努力しています。なのに本人は自分は努力も貢献も成功も何もしていない腐った存在と意識しているんです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日は自分を再評価してくださいという話をします。アダルト・チルドレンは自己評価が不当に低いんです。でも本人は不当だということに気づいていません。正当だと思っています。絶対に正しくジャッジしていると思っています。この絶対に正しいを壊すのは本人しかできません。でも自己評価が変わるとそれだけで生きやすくなります。それだけで世界は違って見えてきます。この動画だけではなく、いくつかの関連動画を心底理解することも必要ですが、心底理解した後にご自身を再評価してみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。もちろん自己評価など簡単には変わりません。でも、あなたは本当はすごいんだよ。俺はすごい、俺はすごい、俺はすごいって毎日1万回言い続けてみな。みたいな上辺だけの気持ちの操作ではなくて、なんでそのような自己イメージを持ってしまったのか、原点に戻って根っこから変えるんです。時間はかかるし、ある程度の心の成長も必要だし、簡単ではありませんが、ぜひチャレンジしてみてください。まず、なんでアダルト・チルドレンは自己評価が低いのかということから考えてみましょう。多くのアダルト・チルドレンは、自分は周りと比べて能力がないから自分を低く評価していると思っています。自分のことだと視野が狭くなるので、固くそう信じています。なので、自分のことではなく、アダルト・チルドレン全体の問題として少し客観的に考えてみましょう。ほとんどのアダルト・チルドレンが自己評価が低いですね。周りと比べて能力がないから自分を低く評価しているというのであれば、アダルト・チルドレンは全員能力がないということになってしまいます。常識的に考えて、すべてのアダルト・チルドレンがみんな能力がない状態で生まれてくるはずはないですよね。人間ですから、みんな同じではなくて、長所も短所もありますが、アダルト・チルドレンだけ能力がない状態で生まれてくるわけではありません。部分的な能力に違いはあるにしても、全体として見れば人間はみんなそれほど変わりはありません。変わりがあるのは脳です。心です。内面の力です。人間は能力的にはそんなに違いはなくても、内面はものすごく違いがあります。そして人間は内面で何を感じているかによって脳が活発になったり萎縮したりします。つまりアダルト・チルドレンは内面の感じ方によって脳が萎縮しているんです。能力がないのではなくて、能力が発揮できない状態に陥っているんです。アダルト・チルドレンが最初に脳が萎縮したのはおそらく小さい時です。小さい時は簡単に勘違いをします。勘違いした内容は人によって違うかもしれないけど、勘違いを解き明かして、それは勘違いだと心の底から納得できれば、自己評価も上がってきます。では、小さい頃に
どのような勘違いを起こしやすいのか考えてみましょう。例えば、仕事に忙しい親もいます。朝早くから夜遅くまで働いている人です。このような人は家に帰ってきても疲れているので、あまり子供に構っていられません。子供が膝の上に乗ってきたら、向こうに行ってなさいと言うかもしれません。このような時に小さい子供は、親は仕事で忙しくて疲れているんだなとは解釈できません。自分は迷惑な存在なんだ。自分は魅力がないんだ。自分はつまらない存在なんだと解釈してしまいます。そしてこのようなことが何度も続くうちに、心の底に自分は迷惑な存在なんだ。自分は魅力がないんだ。自分はつまらない存在なんだ。という自己イメージを固めてしまうんです。固めてしまうと、後の人生ずっとそれに苦しみます。つまり10年後か20年後か何年後でもいいですが、もう意識ではその固めてしまった元となる事件を忘れているのに、無意識では鮮明に覚えています。そこでパートナーに話しかけた時にそっけない態度を取られると、自分は迷惑な存在なんだ。自分は魅力がないんだ。自分はつまらない存在なんだというのが鮮明によみがえって、大きなダメージとともに自分は魅力がないんだという思いも強くしてしまいます。こうしてどんどん自己評価を下げていきます。また、病的に劣等感が強い親は、すぐに自分を恥ずかしいと感じるので、自分の延長線上である子供にもすぐに恥ずかしいと感じます。子供が子供らしいと恥ずかしいと感じるんです。そこで子供を大人っぽくしようとします。つまり無理な要求をします。無理な要求なので、子供はその要求に応えられません。すると、そのような親は心底がっかりして、さらに怒ります。このような時に、まだ何もわからない小さい子供は、この親は劣等感が強いから無理な要求をしてくるとは思えません。自分は何かが足りていないんだと解釈してしまいます。それも、親に病的な劣等感があるということは、一回だけではないはずです。自分は悪くない時も、あるいは子供であれば仕方がないことでも、何度も何度も親に批判されて育ってきているはずです。だから心の底に、私は劣っている。俺のせいだ。という自己イメージを作ってしまいます。意識から消えても、無意識では、私は劣っている。とこびりついているので、恥をかかないように防衛的に生きるようになります。そこでいつも挑戦しません。挑戦しないということは成功しないということです。今挑戦しないと言いましたが、時には仕事など生きていく上で挑戦しなければならない状況に追い込まれることもあります。そういう時はしなければならないのだから挑戦しますが、この時も私は劣っている、俺はどうせ失敗するなどの強い思い込みがあるので、萎縮して実力を発揮できません。このような理由から成功が難しくなります。そこで、ほら間違いなく私は劣っているという感じ方を強めていきます。逆に、いつも笑顔でいつも愛情にあふれているお母さんのもとで育った子供は幸せです。例えば、このようなお母さんが
子供に優しい笑顔を投げかけると、小さい子供は、ママは私を歓迎している。ママは僕に満足している。と感じます。このようなことが繰り返されるたびに、子供は自己肯定感を高くしていきます。だから自分に自信が持てる人になって、やりたいことにどんどん挑戦する人になっていきます。このように内面の力がある人は成功しやすくなります。人間の能力は暗記力がいいとか、手が器用とか、計算が得意とか、話が得意とか、文章を書くのが得意とか、様々な部門で細かく違いがありますが、それよりも大事なことは内面の力です。アダルトチルドレンはこの内面の力が非常に弱いんです。そして元を正すと、まだ何も知恵がなかった頃に自分を劣った人間だと感じてしまったことにあります。そして一番大切なことは、自分は劣った人間だと決めつけた根拠です。何の正当性もないのに、未熟な親を正しいと無条件で親を肯定して自分を否定しているんです。そして多くのアダルトチルドレンはそれに気づかないまま、あるいは気づいても心の深い部分に通さないで無自覚で生きているんです。だからどんどん自己評価を下げています。このことを何度も何度も考えてみてください。忘れないようにいろいろな方法で繰り返しお伝えしていきますが、忘れていたのを思い出したら、また何度も何度も考え直してみてください。アダルトチルドレンは無意識に問題が多いので、自分のことを全く分かっていません。ここから抜け出すためには、自分自身を熟知する必要があります。それには、過去を点検する必要があるし、親を点検する必要があります。病的に依存心が強い人で、まだ親に依存している人は、これができません。どうしても親を理想化してしまいます。心理的に自立できると、依存していた時に見ていたものと違うものに気づけるようになります。要するに、世界をありのままに見ているのではなくて、自分の視界だけを見て、世界はこうだと思っているんです。そして、アダルトチルドレンの視界は、価値観の歪んでいる親に教わった世界です。だから、アダルトチルドレンはどうにかして見ている場所を変える必要があります。ここからはそのための話です。アダルトチルドレンは自分のネガティブ面を拡大して自分のポジティブ面を縮小しています。縮小しているというより、全く視野に入っていないという方が正しいかもしれません。多くのアダルトチルドレンはものすごく努力しますが、自分が努力しているという意識はゼロです。例えば、こうやって動画を見たり、人によっては本を読んだり、カウンセリングを受けたり、ものすごい努力をしているのに、それを努力としてカウントしていないんです。それも、ちょっとの努力ではなくて、たくさん動画を見たり、いっぱい本を読んだりと、ものすごく努力をしていてもカウントしていないんです。ゼロということになっているんです。他にも人によっては、たくさん受験勉強をして大学に行ったかもしれません。別の人は毎日マラソンをしていたかもしれません。また別の人は
部活で活躍するために一人で練習をしていたかもしれません。また、仕事の新人の時に早く覚えようと、休みの日まで家でものすごく勉強したかもしれないし、仲間として受け入れてもらおうといろいろ努力をしたかもしれません。また、資格を取るために勉強したかもしれないし、何かの発表の前にものすごく練習をしたかもしれません。今からでもそういう努力をカウントしましょう。ここでの問題は、そんなことを努力していると言われても喜べないということです。そんな過去のことを今の自分には全く関係がないと感じるかもしれません。受験勉強を頑張って大学に行くこと、部活を頑張って活躍することは、今の自分には意味のないことかもしれません。でも、当時はものすごい大きな意味があったんです。当時はそれしか視界に入っていなかったかもしれません。それだけ大きな問題だったんです。その時の自分にとって大きなことを頑張ったのにカウントしなかったんです。それは人間味を大事にされて育ったのではなく、結果を大事にされて育っているからかもしれません。しかも、結果を100求められた、50で褒めてもらえなかった。このような人は、100の結果が出ないと、努力はゼロということになる人が多いです。恐ろしいほど冷たい思考です。愛のある家庭に生まれた人は、結果が出なくても、努力は認められて育ってきます。失敗しても、挑戦したことを褒められて育ってくる人もいます。このような人は、自分が努力したことは結果に関係なく、また大小に関係なくカウントしています。だから自己肯定感も高くなります。アダルト・チルドレンとは大変な人生を生きているので、できることは限られているけど、その自分にできる範囲内でものすごく努力しながら生きている人です。何の努力もせず、何の成功も何の貢献もしていない腐った存在ではありません。自分にできる範囲内という部門ではものすごく努力しています。なのに本人は自分は努力も貢献も成功も何もしていない腐った存在と意識しているんです。悔しくないですか？腐っていません。今からでも努力したことや成功したことや挑戦したことはカウントしましょう。最初は自分にできる範囲内の努力をカウントしても嬉しくないかもしれません。それでもそこからスタートするしかないんです。どんな小さなことでも、どんな種類のことでもカウントしましょう。今までの自分の頑張りをよく思い出してみてください。そして自分を認める努力をしてください。また、自分のネガティブ面を拡大しすぎるのも直していきましょう。私の古くからの友達に、生まれつき体中のすべての毛が生えないという病気にかかっている人がいます。本人にしてみたら相当辛いと思います。隠していてもバレるんですよね。そして子供は時に残酷です。小学校の時にカツラということでからかわれて彼が泣いている場面を私は何度か目撃しています。その友達と同じ高校に進み、同じ部活だったのですが、高校の時彼は真夏でも上下ジャージを着て練習をしていました。小中学校では毛がないのがバレていましたが、高校では毛がないことがバレていないので隠したかったんだと思います。そんな彼が就職をして仕事中に大怪我をして入院しました。お見舞いに行ったらもうカツラをつけていなくてびっくりしました。こっちが気にしすぎてもじもじしていると向こうから
ただ毛がないだけで、後のものは全て揃っているのだから、毛がないということは気にしなければ大した問題ではないと言っていました。これが20歳の頃です。私はその時は何とも思っていなかったのですが、今はすごいなぁとしか思えません。彼が毛がないということは気にしなければ大した問題ではないといったことを私なりに補足すると、子供の頃は毛がないことを気にしすぎていた。だからすごくつらかったということだと思います。私も飲み会に出るとよく浮いていました。輪に入れない自分を周りはどう思うんだろうとよく気にしていました。また、私も能力が発揮できるタイプではなかったので、よく失敗していました。そこで、この失敗を周りはどう思っているんだろう、こう思っているに違いないのように考えていました。飲み会で行くことも、仕事で失敗することも、毛が生えないことに比べたら、それほど大した問題ではない。でも、気にしすぎているから大きな問題だったんだと心底腑に落ちたのは、私は彼より何十年も後でしたが、今はすごく意味がわかります。同じように、多くのアダルトチルドレンは気にしなければ何でもないことを気にしすぎて大きな問題にしているかもしれません。このように自分にあるネガティブ面を拡大しないように気をつけることと同時に、自分のせいではないものを自分のネガティブ面に付け加えないようにすることも大切です。アダルトチルドレンは小さい頃に私は踊っている、俺のせいだなどの間違った思い込みがあり、これを通して世界を見ているから勘違いしている人が多いというのはすでに話しました。さらに、責められて育っている人は責められていなくても責められていると勘違いしてしまいやすいです。また、アダルトチルドレンは認知の歪みがあるというようなことをよく耳にすると思います。実際にアダルトチルドレンが間違っていることはたくさんあります。そして、いつも人間関係がうまくいきません。こうなると、何でもかんでも自分が間違っているような気がしてきます。新しい職場で上司に嫌われたとします。すぐに自分のせいだと感じてしまうかもしれません。でも問題が自分ではなくて周りにある場合もあります。つまり上司が例えば自己愛性人格障害的で自己中心的にモラハラ、パワハラしてきているだけかもしれません。実際に世の中にはそういう上司も少なからず存在します。自己評価が低い人は見ている場所を変えるだけではなく視点を変えることも必要です。いくつかそのための話をします。我々は小さい頃周りにいた人の言葉を採用して価値観を作っていきます。例えば多くの人は裏表のない人間になれと言われて育ってきますね。心が未成熟な親ほど世間体を気にしすぎたり心配性なので子供の裏は厄介です。なおさら隠し事や裏を持つことを禁じようとするかもしれません。そこで人間味を知らない親に育てられた人ほど裏があってはいけないと思い込んでいます。だから誤解を恐れずに言いますが、裏表のある人間になりましょう。言い換えれば、人間味を大事にしましょうということです。完璧な人間を目指すのではなく、ダメな自分も受け入れることを目指しましょう。アダルトチルドレンは
心が未成熟な大人に誘導されているんです。親に悪気はなくても、自己評価を失う方向へ誘導されているんです。それも、あなたのために言ってるのと言われながら誘導されていたんです。小さい子供は何が起こっているのかわからないままそれに従うしかありません。だから、アダルトチルドレンは愛されて育てば自然と身につける能力を身につけていません。そこで、こんなこともできないと自分を低く評価しています。そこで愛されずに育った人は自分のことを異常だと思っている人が多いです。アダルトチルドレンは異常ではありません。むしろ異常ではないからこうなったんです。愛されずに育てばこうなるのは正常です。自分だけがこうなったのではないんです。また、アダルトチルドレンは自分だけは治らないと思っている人も多いです。自分だけではないんです。正常だからこうなったけど、正常だからコツコツ取り組めば改善もできるということです。もっと言うと、今出ているアダルトチルドレンの症状は、症状であって本当の自分ではないんです。症状で消極的になり、症状で暗くなり、症状で憂鬱になり、症状で自己中心的になり、症状で人の気持ちがわからなくなり、症状で人が信用できなくなり、症状で好きなことがわからなくなり、症状で楽しく生きられていないということです。もちろん、症状が長く続くうちに育つべきものが育っていないということはあります。だから何かに気づけば一気に症状が真逆になるということはありませんが、今の性格はもともとの性格ではありません。そうなりやすい遺伝子もありますが、多くのアダルトチルドレンは症状で悪いところが出ているんです。だから自分を性格の悪い少年の腐った人間と評価するのではなく、小さい頃の環境を点検してみることをお勧めします。ここで重要なことは、何が起こっているかわからない小さい時に誘導されたということです。何もわからない時だし、自分にはどうすることもできなかったのだから、何かを身につけていなくても、何かができなくても、自分を責めるのは絶対におかしいです。では、ポイントを振り返りながらまとめます。自分の悪いところを分かっていなければ直しようがありません。そこでアダルトチルドレンの悪いところを教えてくれる人がいます。例えば、コミュ障、自己中心的、甘えている、メンタルが弱い、人の気持ちがわからない、協力ができない、人の幸せを喜べない、などなど教えてくれる人がいます。大切なことは、だからダメ人間ではないということです。なのに、アダルトチルドレンは最初に自己イメージがものすごく悪いんです。その自己イメージを通して、やれコミュ障だ、やれ自己中心的だ、やれ甘えている、などなどと聞いてしまうので、ダメ人間だとなってしまうんです。やれコミュ障だ、やれ自己中心的だ、やれ甘えている、やれなんだというのは、ものすごく小さいことです。それに対して、アダルトチルドレンは無条件に愛されるという経験がないので、自分でも自分の欠点を責めています。これです。これが大きいんです。ここを直しましょう。ここを直した後に小さい部分を直していけばいいんです。別の角度から言うと、自分という存在がダメなのではなくて、自己イメージがダメなんです。
自己イメージがダメなので自分を責めてしまうんです。まずはどうしてそのような自己イメージができたのか小さい頃点検してみましょう。一つの例ですが、子供が一人で遊んでいると、この子は何で友達と遊ばないのかと心配になる親もいます。程度もありますが、不安で心配な親ほど子供を操作しようとします。そこでもっと友達と外で遊ばせようとしたり、部活をやらせようとしたりするかもしれません。このような親は内向型の子供の性質を無視して外向型にさせようとしているんです。内向型は人間として劣っている、人間として問題があると誤解しているんです。なんでみんなと外で遊ばないの？なんでみんなのように部活をしないの？なんでもっと活発にならないの？と自分の性質を無視して責められながら育てば、子供は自分に何か問題があるように感じてきます。自分は人間として劣った存在であるかのような気がしてきます。こうして自分はみんなのようになれない人間、自分はどこかおかしい人間、自分は問題がある人間という自己イメージを作ってしまうかもしれません。これは一つの例ですが、このように悪い自己イメージというのは親の誤解や親の未熟性によってできるんです。そして小さい頃に悪い自己イメージができてしまうと、その後の人生で周りの人から「あなたは自分で思うほど劣ってないよ。あなただってあれを成功したじゃないか。あなただってあんなに努力してきたじゃないか。あなただって立派じゃないか」と言われても気休めにしか聞こえないんです。自分が思い込んでいる悪い自己イメージが絶対に正しいとしか思えないんです。そこで萎縮して実力が発揮できない人生を送ることになります。早く最初の自己イメージが全くもって正当性がないということに気づいてください。自分が小さくて何もわからない時に誤解してしまったんだということに気がついてください。その上で自分をもう一度再評価してみてください。自己イメージが変わってから再評価したら絶対に評価は変わるはずです。それまでは自分の味方になることと視点を変えることも必要です。自分の味方になる方法は、アダルト・チルドレンは自分嫌いを直そうや、毒親からインナーチャイルドを救えなどの動画を参考にしてください。また、視点の変え方は、パラダイムシフトでアダルト・チルドレン改善方法という動画で詳しく話しました。アダルト・チルドレンにとってはとても大切な内容を話していますので、よかったらそちらもご覧になってください。概要欄に貼っておきます。今後もアダルト・チルドレンが生きやすくなるための情報を配信していきます。仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバーイ。